こんにちは。今回はモビリティジョイントキュベレイを改造していきたいと思います。まずは肩に開いている四角い穴を塞いでいきます。穴を塞ぐのに使用するのは今回のキュベレイを組み立てた際に出たランナーのタグです。このタグを切り取り適切な大きさにカットしていきます。大きさを整えたタグを穴に差し込み、流し込み接着剤でタグを接着します。接着剤が乾燥したらニッパーで余分なタグを切り取ります。タグを切り取ることができたら瞬間接着剤を使用してわずかに空いている隙間を埋めます。瞬間接着剤が乾燥したらヤスリを使用して作業箇所がフラットになるように削っていきます。ヤスリを使ってパーツをきれいに成形できたら肩の改造は終了です。続いて腕部の改造を行います。はじめに行うのは先ほどの作業と同じ穴埋めです。改造作業内容は同じなので解説は割愛します。穴を埋め終わったら腕部の合わせ目を消していきます。合わせ目消しには流し込み接着剤を使用します。合わせ目部分に接着剤をたくさん流し込み40秒程度接着剤がプラスチックを溶かすのを待ちます。少し時間を置いた後はパーツを思いっきり貼り合わせます。この時に合わせ目部分から溶けたプラスチックがムニッとはみ出てきたら合わせ目消しは成功です。接着剤が乾燥したら合わせ目からはみ出たプラスチックを削っていきます。まずは彫刻刀で大まかにプラスチックを削ります。大まかにプラスチックを削り取ったらデザインナイフを使用して合わせ目部分にカンナ掛けをします。パーツの表面をヤスリで削る前に薄いモールドを彫刻刀で彫り直します。モールドを作り直す前にヤスリ掛けをしてしまうとどこにモールドがあるのかわからなくなるので必ずヤスリ掛け前にモールドを作り直します。モールドを作り直すことができたら紙ヤスリを使用してパーツの表面をきれいに整えます。パーツの表面をきれいに整えることができたら腕部の改造は終わりになります。続いて側部の改造を行います。まずは足の裏にある穴をランナーで塞ぎます。この作業には通常の接着剤を使用しました。ランナーを接着し、接着剤が乾燥したら余分な部分のランナーを切り取ります。続
続いて足の裏にある肉抜き穴を処理します。まずはアルミホイルを肉抜き穴に詰めます。アルミホイルを肉抜き穴に詰め終わったら、エポキシパテを肉抜き穴に持っていきます。この時にパテをしっかりと押し込んでいきます。穴にパテをかぶせるだけではダメですね。パテが乾燥したら、デザインナイフを使用して大まかにパテを削っていきます。ある程度パテを削ることができたら、リューターを使用して一気にパテを削っていきます。最後の仕上げとして、リューターを使用して荒れたパテの表面を紙やすりできれいに整えます。パテの表面をきれいにすることができれば、キュベレイに行う改造は全て終了になります。はい、こちらが改造を終えたキュベレイになります。食玩なので改造はだいぶ手抜きですが、目立つ気になる部分はなくなったので、多少見栄えが良くなったと思います。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もキュベレイの作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening?